YouTube 整備業界をぶっ壊す整備士重信です。今回はですね、ちょっとおすすめしたいホイールとタイヤがあったので紹介します。スタンスマジックっていう銘柄のホイールですね。これちょっと良かったのがですね、15インチの 8J の、プラス20です。結構攻めてますよね。なかなか15インチ台でそんなサイズ珍しいなと思ってて、で気になるのはお値段ですね。お値段が1本ヤフオク販売価格で1万2000円ぐらいです。だから4本合わせても5万円でお釣りが来るっていう感じなんですよね。でここのですね、良かった点っていうのが、このディスク面がリムよりも出ていない、若干なんかコンケープ気味でかっこいいなと思って、作ってる会社が株式会社パンドラっていう名前の会社で、結構過去にもいろんな形状のホイールを出してるんですけども、なんか時期限定で出してるのか、もう古くなったものをその場で終わらせて新しいモデルに変えていくのかわかんないですけど、古いモデルがあんまないんですよね。でここがいいなと思ったのが、結局ずっと同じものが買えない、もうこれ期間限定っていうこともあるかもしれないので、かぶりにくいですよね。でたまたまこれも結構在庫数がなんか少なくなってたみたいで、なくなったら終了みたいな感じだったと思うんですよ、見た感じだと。で、これ今回何に履かせるかっていうとですね、今ちょっとお客さんの締め作っているカプチーノなんですよね。カプチーノを今カスタム中なんですよね。でカプチーノでこのサイズだと、多分純正フェンダーだと結構出る感じになります。2センチちょいぐらい出ちゃうかもしれないですね。ただそのカプチーノも今の軽規格、新軽規格に合わせて、作っていますんで、オーバーフェンダーとか使っているので、片側多分3センチぐらいはオーバーフェンダーになってるんですよね。でそれを合わせると多分ぴったりかやや出るかなぐらいのサイズ感なんですよ。で意外にボディカラーも白だし、白に種類ホイール結構目立つかなと思ってこれをチョイスさせていただきました。いいっすよね。でそれに合わせるタイヤがこちらっすね。東洋のプロクセス R1R。 これドリフトやってる方だとかなり有名っていうか知ってる方多いんじゃないでしょうかね。なんかフロントパッキにも全然できるぐらいいいし、雨天時でも結構グリップが残りやすいっていうことで、なんか評判だということですね。なんか最初サイズ感としてはこの2055015っていうサイズ探した時にあんまなくって、当時、探していた当時は南下の NS2 ですよね。よくある南下の NS2 ってタイヤにしようかと思ったんですが、やはり輸入タイヤにおいてそこまで信用していないと。ケツっぱきはいけるけどフロントを使うとちょっと死ぬんじゃないかと。雨天に攻め込んでったらば、もしかしたらそのまま、ウォータースライダー状態で壁に突っ込んでったりとか、電柱抱えてしまうんじゃないのかっていうこともありまして、お客さんの安全第一優先で、国産のこちらにさせていただきました。でこれとの組み合わせでどんな感じになるかわかんないですけど、8J に205なんで、ジャストかやや引っ張りぐらいなのかな。やや引っ張りぐらいですかね。これ気になるのが重さなんですけど、重さが多分軽量17インチぐらいのホイールぐらいありますね。結構ずっしり感がある。どうしてこれモノブロックなんでね、重さはどうしようもないですね。少し重たくなってしまう感じがします。本当はモノブロックね、構造簡単だから軽く出来上がってるのかと思いつつ、同じ15インチ内では太さもあるし、ディスク形状もこういう風に深い感じになってるんで、多少は重いのかなと思うんですが、どうなんですかね。軽くはないっていうだけ言っときます。であとこちらごめんなさい、タイヤ、これもですね、ヤフーで買いました。ネットショッピングヤフーで買いました。1本多分これ1万2000円ぐらいだから、そうするとタイヤとホイール同じぐらいの値段ですね。だからワンセット、タイヤホイールセットで2万いくら、2万5000円しないくらいかな、2万5000円ぐらいかな。だから物だけで言うと1台分で10万円の高価なセットになっております。それではようやくこちらはめ込んでいきたいと思います。整備士重信。エアバルブ
はい、これ新品なんでエアバルブがもともとついていないんでね、つけていきます。ただね、これも完全に個人的意見なんですけど、僕はあんまこういう挟み込み式のバルブって好きじゃないんですよね。全然これも状態いいんですけど、エアが漏れなかったりとかってちゃんとしっかり作りはしてるんですが、僕はただのスナップバルブ、僕はこういうこっちのよくある普通のスナップバルブの方が好きです。っていうのも、こっちの方が交換するとき楽なんですよ。楽だし、劣化の具合が分かりやすいから、外から確認できるから。こっちだと意外に挟んだ状態でずっと固定されてるから、クラック入ってても分からないんですよね。見えにくい。一般の人が確認チェックしにくい。こっちだとはまった状態でこうやって少し曲げたりしてクラックが見えるから、これ交換時期だってことなんですけど、こっちなかなかそういうのが分からないから、あんまり好きじゃないんですよね。でもとりあえずついてるんで、こっちを使っていきます。ここでもし個人的にやる場合はですね、ここめちゃくちゃ締めすぎていくと、ゴムがめちゃくちゃ変形してしまうんですよね。変形してしまうので、目安としては手でいっぱい締めていきます。手で指で締め込むだけ締め込んでいったらば、周りにこのはみ出してるゴムあるじゃないですか。そこが横に伸びないところまで、ちょっと難しいんですけど、これぐらいですかね。あんまりここをぎっちりまで回るからって言ってずーっと回してると、このゴムが変形しすぎて逆にエア漏れの可能性が出てきてしまうので、いい塩梅のところに固定してあげてください。で、あとここロックナットですね。こっちは緩み防止なんでそんな強く締めなくて大丈夫です。こっちが表側を自分の手で固定しながらロックナットを締めてあげるといいでしょう。でもここもあまりキチキチにやると外れなくなってしまうんで、こうやって一緒にもう共回りし始めたらもうここで OK です。はい、はい、タイヤを組んでいきます。
今回はやや、引っ張り気味なので少し空気圧を高めにして形を作っておきます。エア漏れの確認だけしますね。エア漏れもなさそう。 OK です。そります。そういえばいい感じじゃないですか。意外にそんな引っ張ってないな。思ったより引っ張ってないですね。やっぱりこうリム部分がすごい厚いんで 8J でもう少し引っ張るのかと思いきや、意外に205でジャストサイズぐらいかもしれないですね。ちょっとこれはびっくりですね。カプチーノのケツいい感じにはみ出してくれるかもしれないですね。これは乞うご期待です。でラベルは剥がします。剥がさなくてもそんなに変わらないんですけど、ラベル自体もね多少重さはあるんで剥がしておきます。よいしょ。さすが国産、バランスがいい。まだウェイトも何も張ってない状態で外側 25g だけっていう風に出てるんで、これが難関とかだと多分40ずつぐらいいく可能性はありますね。バランス OK です。できました。どうですか。はい、今回はこれで以上です。一応これホイールが新品でなければ自分でレバー使って多分組むことが可能なんですよ。このぐらいの厚みがあれば結構可能、個人でもいける可能性はあるんですけども、でも実際これをはめようとすると厚みもあるし、でこれスポーツ向きのタイヤなんで少し硬いんですよ。質が硬いんで多分はめっと傷つけたりとかするし、やっぱり効率が非常に悪いということで、個人でできる自信がない方はもう実際にもうお店行って組んでもらった方が間違いないでしょう、ね、せっかく綺麗なホイール傷つけるの嫌じゃないですか。ということで、無茶をせずに、自分でできる方は挑戦してみてください。今回はこれで以上です。チャンネル登録、グッドボタン、各 SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。